こんばんは、新パイロットきよきよです。フライトシムチャンネルへようこそ。 AI を使った航空管制を追加してくれる Beyond ATC が待望の VFR アップデートステージ1をリリースしました。これまでは旅客機で決まったルートを飛ぶ IFR がメインでしたが、ついに目視飛行を行いながら適切に ATC と交信する VFR の練習ができるようになりました。今日はこの新しいアップデートで何ができるのかを見ていきましょう。まずこのアップデートはサポーターズパック購入者向けの実験版で提供されています。まだアーリーアクセスではないので注意してください。数ヶ月にわたるユーザーフィードバックを得て開発が進んだ後、将来的にアーリーアクセス版への無料アップデートとして提供される予定です。今回のステージ1アップデートを一言で言うと、管制塔のある空港で本格的な VFR 訓練ができるようになりました。離陸から空港周辺を一周して再び着陸するまでの一連の流れが AI 管制官の指示の下で完結します。対応する訓練内容はタッチ&ゴー、フルストップ着陸、ローアプローチです。さらに対応地域ではストップ&ゴーも可能です。具体的な指示内容はエンジン始動、タキシング、滑走路手前での待機、トラフィックパターンへの進入指示、コード制限、QNH、スコープコードなど多岐にわたります。今回は現実で操縦訓練も行われる仙台空港を例に設定手順を見ていきましょう。サポーターズパックの場合、起動後の画面に IFR、VFR の選択肢が出てきます。VFR を選択。次にルート参照の選択肢が3つ出てきます。SIM ブリーフを使うか、マイクロソフトフライトシミュレーターでスポーンした位置を直接参照するか、そして同じくマイクロソフトフライトシミュレーターの EFB で作成したルートを使うかです。現在、マイクロソフトフライトシミュレーター直接参照は開発中のためか、どこを選んでも岡山の港南飛行場が選ばれる現象が発生しています。そのため3つ目のオプションである EFB で作成したルートを選択します。EFB でフライトプランナーを開き、出発と到着空港に空港コードを入れます。これをパソコンに保存したら Beyond ATC に読み込んでフライトを開始します。Beyond ATC connected. この Beyond ATC のすごいところは、航空ルールが国ごとに異なる点まで再現していることです。実は航空ルールは世界共通ではありません。それぞれの国でコールサインの呼び方のルールや航空専門用語、飛び方が存在します。この Beyond ATC はアメリカ、イギリス、オーストラリアでそれぞれ異なる3つのルールが実装されています。日本の空港で Beyond ATC を使う場合は、デフォルトのイギリスルールが適用されます。この場合、オーバーヘッドジョインや QFE が使えます。また、私の機体のコールサインはアルファブラボー11ですが、アルファ11仙台グラウンドスタートアップアプロバトインフォメーション単語、短縮形のアルファ11で呼ばれたり、地域によっては機種名で呼んでくれたりと細かく作り込まれています。今回の仙台空港は、私が操作している小さなプロペラ機以外に、エアバスやボーイングなど IFR を使用している大きな旅客機が多数飛び交う環境です。でも、この環境にいても安心して管制に任せられます。というのも、Beyond ATC の AI 管制は空港の空域を常に監視しており、あそこに旅客機がいるから目視確認をといった指示や、他機との間隔調整のために旋回して待機を指示したりと
状況に応じて指示を出してくれるからです。では実際に管制官とコンタクトを取ってみたいと思います。Beyond ATC から提供されている新しいツールバーを使用して空港の周りをぐるぐると回るサーキットを依頼します。Sendai Ground, Alpha Bravo 11 Cessna 172 at Ramp Sierra 38 request startup for circuits, information Tango received. アルファ11仙台グラウンドスタートアップアプロバト、インフォメーション単語。Startup approved, Alpha 11. 無事に許可をもらえたのでエンジンを始動してタキシング前の準備をします。エアーピーチ134コンタクト仙台タワー118デシマル7。コンタクトタワー118デシマル7、エアーピーチ134。Sendai Ground, Alpha 11 Ramp Sierra 38 Cessna 172, request taxi. アルファ11タクシー2ホールディングポイントブラボ1ランウェイ09リアアルファデルタ1チャーリーブラボ1クロスランウェイ12。Taxi to holding point Bravo 1 runway 09 via Alpha, Delta 1 Charlie, Bravo 1 cross runway 12, Alpha 11. アルファ11コンタクト仙台タワー118デシマル7グッドデー。Contact Tower 118.7 Alpha 11. 滑走路末端まで来たのでタワー周波数に切り替えました。Alpha Bravo 11 ready for departure, runway 09. アルファブラボ11ホールドポジション。アフターデパーチャーランウェイ09エンターレフトハンドビジュアルサーキッツノットアボブ1000フィート VFR QNH1025 スコーク5214。Hold position. Runway 09 after departure left-hand visual circuits, not above 1000 feet VFR, QNH1025 Squawk 5214 Alpha Bravo 11. アルファブラボ11ランウェイ09ライウプ&ウェイト。Line up and wait, runway 09 Alpha 11. アルファブラボ11仙台タワーウィンド160ディグリース7ノッツランウェイ09クリアーラド4テイクオフレフトハンドサーキッツ。Cleared for takeoff runway 09 left-hand circuits, Alpha 11. 長くコンタクトが続きましたが、今回は左回りの周回と1000フィート以下で飛ぶことが許可されました。他の機体の邪魔にならないよう離陸したいと思います。エアーピーチ413ホールディングショートランウェイ09。エアーピーチ413ナンバー14デパーチャーホールドショートオブランウェイ09。ホールディングショートオブランウェイ09エアーピーチ413。エアーピーチ413ランウェイ09ライウプ&ウェイト。ライウプ&ウェイトランウェイ09エアーピーチ413。普段であればこの辺りでデパーチャーとコンタクトするよう指示が飛んできますが、今回は空港周辺のトラフィックパターンを飛ぶためタワー管制がこのまま更新を続けます。左旋回してトラフィックパターンに乗ります。仙台タワーウィンド160ディグリース7ノッツランウェイ09クリアーラド4テイクオフ。ダウンウィンドに到達したらタッチ&ゴーか着陸するか、あるいは低空で通過するかを管制官に連絡します。 Alpha 11 downwind runway 09 touch and go.
アルファ11ロジャーナンバーワンレポートファイナルランウェイ09 Report final runway 09er number 1, Alpha 11. では、着陸する滑走路の延長線上を目指して降下と左旋回を開始します。滑走路が見えてきたので、タッチ&ゴーの許可をもらいます。Alpha 11 on final, runway 09er. アルファブラボ11サーフェイスウィンド160ディグリース7ノッツランウェイ09クリアラドタッチ&ゴー Cleared touch and go, runway 09er, Alpha 11. またダウンウィンドに到達しました。今度は周回飛行を止めて着陸するためにフルストップを連絡します。仙台タワーアルファウィング61 R ナブランウェイ09アルファウィング61仙台タワーコンティニューロジャーアルファウィング61 Alpha 11, downwind runway 09er, full stop. アルファ11ロジャーナンバーワンオービットライトトラフィック5マイルファイナルでハビ&ダッシュ8400レポートトラフィックインサイト Orbit right, number 1, Alpha 11. Alpha 11 on final, runway 09er. アルファブラボ11サーフェイスウィンド160ディグリース7ノッツランウェイ09クリアラドトゥーランド Cleared to land, runway 09er, Alpha 11. エアードゥ101レディーフォーデパーチャーランウェイ09このようにいろんな機能が実装されているステージ1ですが、まだ最初の一歩なのでできないこともあります。例えば VFR 専用の AI トラフィックがないこと、管制官がいない小さな空港での運用は不可、フライトフォローやエンルートの支援がまだ未実装、そして空域を通過する際の報告ができないなど、目標値を決めずに遠くへ飛んでいくための基本的な機能はまだありません。これからのアップデートで順次追加されていく予定です。ひとまず現時点では管制塔のある空港で VFR の運用や空港周辺でのパターンを飛ぶ訓練での活用をお勧めします。またこのアップデートでは VFR 以外にも飛行手順の改善、方位関連、タキシング処理、滑走路処理、音声認識、トラフィックデータなどコアシステムの大規模な改善も行われています。もし Beyond ATC のサポーターズパックを持っている方は、ぜひこの VFR 機能をチェックしてみてください。この解説が役に立ったら、高評価やチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。